おはようございます。おはようございます。もうすぐ国風盆栽展、2月に8日から、前期が始まって後期が13日からでトータル16日で10日間、間1日お休み12日に入りますけど、上野グリーンクラブでは立春盆栽大市という催しで1階2階3階売店、外の駐車場全部売店という年に一度の大きなお祭りがあります。盆栽大野は毎年欠かさず出ているんですが、今年は大量の根巻きを販売したいと思います。根巻きというのはご存知ない方はこれから今作ってみますけれども、それをお買い上げになった後の処置の方法について今回はやりたいと思います。わかりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とりあえずこれは八重咲きの長寿梅。八重咲きの長寿梅。八重咲きなんですね。真っ赤で花は小さくてみっちり咲くんですけど、今花芽びっちり出てますけど、これ全部花芽ですよね。これが結構入ったんでなかなか綺麗です。八重咲きが珍しい。そうですね。八重咲きはあんまり今ないので、昔からあるんですが手に入らなかったのが今年はどういうわけかポコッと入りました。うちでも刺してね、こんなちっちゃいの作ってるんですけど、何しろね、長寿梅との違いは枝が粗いので、そうですね、一度切って刺すと成長がすごく遅いの。大きくならないんですよこれ。だからね、親1本持ってても豆盆栽ね、これでね 4,5 本作っちゃうと1年お休みしないと次の年刺せない。なるほど。なんで欲しいなと思ってたら入りました。白かなって最初思ったんですよね。そうですね。白花かなと思ったら白っぽい。白もね粗いからね、白も粗いから、でも八重なんですね。でこれがあって、あとこれはボケですけど、ちょっと温めてあります。実月星という種類ですね。白い花に赤い花びらが1個入る。すごい綺麗です。これはこういうの入ってますし、他にもいろいろあるんですが後でご紹介ということで、とりあえず根巻きってなんだっていう人もいらっしゃると思うので、うちの大野流根巻きの方法をやります。まずこう根元をね出してあげないと買う人もね分かんないから、ここのところ足元のところの苔とか全部取っちゃって、でここを崩しちゃうんです。こういうふうに、ポットの場合は元が見えないのでそこがどうなってるかわからないという難点があるんですが、根巻きの場合はうちの場合結構掘り下げます。根っこが出るまで掘り下げますので、ポットの中にどのくらい直根、幹がね隠れてるかわかるんですよ。こんなくらいですよ。これはここまでですね。これはもう植え替えをする直前の作業でありますので、根はバッサリとこの時点で切っておきます。うちはね2月入ったぐらいですか、そうですね。もう2月になったら植え替えもうあったかいんでね、ここのところ昔の冬と違ってますからね。雑木からですね。でもそう花物、特に長寿梅とかボケは咲いちゃうので、早くしないといけない。でざっと土を落としまして、こういう状態にします。これ寒冷車ですね。ビニールハウスの上にちょっと日差しよけに使う寒冷車です。根巻きの場合はビニールをかぶせる方もいらっしゃいます。その場合蒸れちゃうんでね、あれなんですけど、この寒冷車で巻いとくと植え替えを1年伸ばしても平気です。要するに水はけがいいので、ここに苔が乗っちゃって鉢に入ってるみたいに見える時もありますけど、全然枯れないんですよ。だから安心してね、急に忙しくなったからっつって植え替えなくても大丈夫。こうやってくるくるって巻いて輪ゴムでこう止めて、この状態で、販売をいたします。結構あっという間ですね。簡単なんですよ、うちは。それでこういうものをいっぱいうちで用意します。もう今年は種類がすっごい多いんですけど、でお買い上げになった場合にこれをどういう風にしたらいいかな。まず根巻きにする理由は何だろう。
ポットだと根元が見えないから。根元が見えない、あと小さくなるので軽いそう遠方の人が買いやすいなるほど。でうちも運びやすい。これねこうやって根巻きだと重ねてね運べるんです。あと横にしてこうやって。なるほど。で遠くに運ぶときにとても便利です。土出ませんから。なるほど。あとね鉢合わせがしやすい。そのままね。ポットでこう持ってきて鉢合わせするより、このサイズの根っこなんだなってはっきり分かりますので、例えば、ここに入るかなって言ってほらキュッてやってもうちょっと土を落とせば入るかなとか、ね、そういうのに鉢合わせがすごくしやすくなるので、その場で鉢もこう選んでそうなんですよね。その場で鉢選んで鉢と一緒にこう買っていただくと楽です、で根巻きを買って鉢に植えた時のこの状態、こういう感じでね、こういう状態で、鉢入ってないんでお安く販売してます。鉢の分安くなりますから。長寿梅、ニレケヤキ。はい、ニレケヤキ。これがあれですか、松？サルスベリか。松には見えない。カラマツの葉っぱがない状態かな。カラマツもありますよ。もちろんカラマツもあります。サルスベリ、アケビ。あとこれもニレケヤキ、これはこっちが金目でこれが普通のニレケヤキ。これ白の長寿梅ですね。細いけどね。これ白なんですね、その他にもいろいろありますが、例えばこの長寿梅が鉢に入った場合はこんな感じ、こんな感じになりますね。こう向き変えられますから、このまんま植えませんからね。こう斜めに植えたりするのでね、こんな感じになりますね。それでニレケヤキがだいぶ小さい鉢入ってますよ、前後ろが難しい。こっちの方がいい木だねこのサイズに入りますね。入ります。これもちょっと背高いんでねあれですけどね、こういうふうにね印象違いますもんね。だいぶ違います。なるほど。アケビなんかすごいですよ。アケビがこれですからね。これがアケビ。これねこうなってますね、これちょっと根っこの形違うんであれですけど、まあこんな感じになります。アケビがね全然違いますね。アケビ全然雰囲気変わるでしょ。でサルスベリこれか。こんな浅い鉢入ってますね。これちょっと間延びしてます。こっちの方がいい木だね、これはもういろんな形あるんで本当に選んでいただけます。これは切ってありますけど、ここにもう芽がいっぱいありますので、春になるとここから吹いてこのくらいで花が咲きます。一斉にブワーッと出ますからね。今は短く刈り込んであります。でこのニレケヤキもこんな感じ、迫力ありますね。これ立派ですよね。もうこんな感じになりますね。これ植えちゃ高くなっちゃうんでそうですね一個一個買った方が安いですよね絶対。そうですね、これなんか面白いですよね。大河君の大河作根っこが上がってたので石付きを、これは大梅です。これも根巻きで販売します。大梅石持ってますもんね。石あります。だから本当に初心者の人とかが最初この木とこの鉢とつってでいいかってすぐ植え替えできるじゃないですか、時期的に。だから結構いいですね。初めての方はね簡単にできるんで。あといろんな樹種に手出したい人とか。そうですね。もともとほら根巻き安いから。だいたいね800円からね700円からあるかな、700円から高くても3000円までかなの間で、松が1つ5000円のがあるけど、でも大体2000円とか1500円とか、2500円とかそんなもんですよ。そうでいろんな種類があるのでいろいろいっぺんにね並べられるから、第一形を自分で選べますよ。何本も同じの持ってきますからね。1種類で最低15本、多いと30、40本持ってきます。これに心拍も入ります。心拍すごいのが心拍も50本ぐらい。例えばこの根巻きをお買い上げになったとします。だからまずこれ外すでしょ。
これはもうでもう2月ですからね、全然もう植え替え平気ですよ。はい、暖かい地方の人はもちろん、関東でもうんと寒い日だけちょっと霜当たんないとこに置いてもらうとか、凍ってもそんな枯れないからね、今植え替えても何の問題もないですね。小白も小白はね、松はもっと先です、はい、今できるのは長寿梅みたいな花物、桜もそうです、はい、梅、桜、梅はもう咲いちゃうから無理かな、あと雑木、それからあとなんだろうな、小白以外は、はい、大丈夫です。はい、心拍は平気ですけど、そうですね。心拍は平気です。このまんまね、鉢に入れちゃうとね、とんでもないんですよ。古い土ついたまんま固まっちゃってますから、これは絶対避けてください。はい、ですから一度こうやって土を全部落とします。これは畑の土で植わってる場合が多いんですよね、ポット苗は、節約のためにね。でこれ赤玉土も混じってますが、やっぱ畑の土も混じってますので、きれいに落として、うちはもう完全に洗って、古い土は残しません。このくらい柔らかくついておいたらば、あとは洗えばます。はい、こうやって水の中でジャボ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 、ほらね、だいぶ下が小さくなるのでね、そうで、この幹のところね、苔ついてたりなんかするんですよね。埋まってたところね、そこのところをね、歯ブラシでね、よく洗ってください。ゴシゴシと。でとりあえずこういう状態になりました。これ剪定してないんですよ、まだね、伸びたまんまで、この辺花芽いっぱいもう膨らんできてますよね。ですから、1回は花を満開に咲かせるためにあんま切っちゃうともったいないんで、このとんがってるとこは花ないのね。こういうとこは切ります。でここが問題なんですよね。これちょっと、ごついんですよ。でここに花芽あるからもったいないから、花見るまではこの辺で落としといて、こっちはもう花ないんで、とりあえず花を見るということで、こんな感じに切って、でね、花終わってからこの枝、私だったらここで切るかな。ここがね間延びしてるでしょ、この辺で切っちゃえば、全部間延びしてるとここも間延びしてんだよね。ここで切っちゃうかな、ここでこう先端の枝をもっと細くしていくために、太いところはね、それで今回ですね、鉢も、使った新品の鉢じゃなくて使った鉢を山にして販売します、3個1000円ぐらいで、大きいのもボコボコ入りますけど、日本鉢の古いのとか中国鉢でもちょっと今作ってないような、これなんか昔よく見たけど今全然作ってないのね。だからこれで合わせられれば大きいのも入りますので、このくらい、もうちょっと大きいのも入るかもしれない。これは真っ赤ですから色をよく考えて、茶色は良くないシックにしたい人は黒っぽいのに植えるんだよね。そうですね、花が目立ちますね。そうこれとか例えばこんな感じ、真っ赤だからね。あとは真っ白、これは面白い。こっち中国鉢ですけどね、昔よく扱いましたよ。そう簡単に入るからね。ちょっとだけ斜めに植えられるかな。でこっちの鉢だと浅めだけど、盆栽風、あとは黄色だとちょっと派手かな。黄色だと派手。紺色のこれ使った鉢なんで、もう時代乗ってますからね、照りがないんで紺でも別におかしくはない。こんな感じですね。これのどれかな。これお値段聞きましたっけね。3個1000円で1個400円。3個1000円で1個400円。もうバラバラ。これにもっとどんどん入ります。今臨時で集めたやつ。これが今いっぱいあると。ある。これやっぱこれがかっこいいかな。楕円が合うかな。楕円が合いますね。これね。これより流れがあるんで。はい。じゃあこれ。この場合根っこの処理はこういう長いやつを切る。長寿梅なんであんま根っこ切らないんですよ。切らない方がいい。粗い土ね、これは細かいですからね。粗い土を
こんなもんですね。本当網が見えなくてね、パラパラパラっと。これはマグアンプ系、いつものマグアンプ系。ここからですよね、斜めに持ってくるためにこっちにギュッと押さえといてからの前をよく見て、止める針金はやっぱりこのくらい、これは何ミリかな、これ1ミリぐらい、これ1かな、これ 1.2 とか2か5かぐらいあるかな。これ斜めにしたい時にまずここを止めるんですよ。ガッと引っ張る、はい、なんで斜めに入れて、いつもの通りです。特に変わったことはしません。ぐっと引っ張って曲げる、はい、で今度はこっち側ね、今度こことここに根がしっかりした根がありますので、ここを止める。これ3箇所。そうですね、浅い鉢の場合3箇所止めぐらいやっといた方がぐらってくると抜けちゃうことがあるんですよ。慣れない人はねやっぱ3箇所止めがいいかな。はい、ここで入ったでしょ。でもこの時点でもう全然平気なんですけど、こう行く場合があるね。こっちに倒れる場合がありますので、もう1箇所こっち側から通して U の字にしてここでこの、引っ張ると。その場合ね引っ張ると立ち上がっちゃう場合があるんで、手でね起き上がらないようにわかるかな、固定してこっちに沿っちゃう場合があるんで、固定をして引っ張ってください。あとはこの細かい根ですね、出っ張るところ、こういうところね、これ出っ張ってこう取ります。もうちょっと曲げたいけどな、もうちょっと曲げたいけどこれ以上いかないですね。いかないですね。諦めましょう。あんまりしつこくやってると木がかわいそうだから。これでこのくらいのやつかな。商品だとこの粒が一番植えやすいです。あんまりね粗いと水が乾いてしょうがない、ちゃんとふるってあって硬質の赤玉だったら小粒のこのくらいので植えれば、この鉢の大きさだったらちょうどよく乾きます。今2日に一遍なんですけどね、うちですね、こんなちっちゃいのも2日に一遍なんですよ、同じなんですけど、こっから先は暖かくなってきたら毎日になりますよね。よくつっついて根っこの中に入れる。斜めとか特にグッと入れてあげてください。最後までよいしょ。これがない人はやんなくてもいいんだけど、苔がくっつきやすいんで軽く細かい赤玉をね乗せてんですよね、うちの場合ね。でこれが出来上がりで水やります。予定ではもうちょっと傾くはずでした。こんな感じで立っちゃいましたね。難しいですね。ぐっともうこのくらいにしたかったんですけどね、ここでやるんなら土入れてから押す、こっちをこっちを押す。この潰れないから硬質は、このぐらい押したって全然平気ですから。それで足す。はい、はい、出来上がりですね。はい、これが八重崎の長寿梅でした。買った根巻きはこんな感じで、今みたいに根っこをよく洗って古い土を落として、この状態にして植え替えとけば 2,3 年は植え替えないで全然平気ですからね。古い土のまんま植えちゃうと新しい土と古い土がこう分離しちゃうんで、真ん中だけ硬くなっちゃいますから、すごい根に良くないので、洗ってください。これも根巻きで売るんですけど、これは実月性というボケですね、白い花に赤い花びらが1枚入るという、昔東洋錦っていうボケがすごい流行ったことがあったんですけど、そのボケは赤に白が入るタイプだったのね、そうするとね斑が出なくなると真っ赤になっちゃう、これはそれがないんですよ。もともとが白だから、白ボケなんで赤が出なくてもそれはそれなりに綺麗、それで赤は大体出ますからね、でこういうのもボケ自体ねそんなに格好のいい苗木ってないんですよ、売ってないの。でもこれもね根巻きで売ります。この花の感じ見てほしいし、これどうなってんでしょうね、これね。次これいやなんかありますね。これ寝伏せ
だと思うんですけど、寝伏次はしませんよボケ、あんまりこんな寝とこ伏せであれですかね、創刊だったのが1個枯れたとかそういうことかそんな感じですよね。なんかわけわかんないですね。シャリみたいなの入ってますねこれ。これは枯れ込んでるんでしょうけどね、これどうなってるかよくわかんないんで、ちょっと落としてこっちの無駄なやつを取っちゃわないと植えられないですよね。完全に枯れてますからねこれ。今うちにあるボケは玉錦ボケと実月、これ実月製ですけどね、玉錦はねこういう風に粗い感じじゃなくて長寿梅に近いので、全然格好はいいですよ。そのくらい高いですよ。玉錦の方がだいぶ高いです。あ、そうなんですね。これは、実月製は形があんまり作りにくいので安いんですよ。まだ根巻きになってないんですが、それも根巻きになります。今年去年花がつかなかったんで、今年はバッチリ花がすごいですね。玉錦ボケあらますすごいなこれ、根っこがで取っちゃう。これいらないもんね。枯れてんのかな、生きてたりして。あ、生きてます。生きてるんだ。ほら根っこがあるの。埋めといたらなんかできるの寝伏せでも芽がないかな、あるかもしれない。面白いかとこういう楽しみ方もねあるんですよ。豆盆栽はね、何でも取っとくの。あ、この一枝取っとこうと思ってね。硬い。おい、痛いですね。生きてます。だからここ根っこ生きてるんですよ、ここね。じゃあ創刊にもなり得たと。まあ、そういうことですね。芽が出れば。そうですね。こっちはさすがに枯れてそうだな。硬い。なんでこんな硬いんだこれ。あ、こっちも半分は生きてますね。ここね、これ皮が多分死んでんだね。抜けてるでしょ。取れないかな。シャリにしたりすると面白いじゃないだけどね。ここ枯れてます。ほらほら、こういうのもあるから、嫌な人はこういうの選ばないようにしてください。模様ができて面白いって人がいる。あった方がね面白いと僕は思っちゃうけど、こういう道具あるんですよね。人車に通っていうんですけど、こう削るやつね。心拍で使うやつですよね。彫刻のそう商品のね、豆専用ですけどね。今売ってないのかな。売ってないと思います。ここら辺までね、こんなになってますね。本当はね、ここにあれを塗るんだよ。白くないやつ。石灰標本剤。そう石灰標本剤塗るんですけど、そこまでやってると時間がないので、後で塗りますと、これを剪定しないといけない。これが邪魔でしょ。これはここでいいでしょ。これはいらないで。これ取っといた方がいいね。これね、切りたいけどね、切るとね、なんかなバランスが崩れるんです。これとこれ、あった方がいい。バランスがいい。でこれをどうやって植えるか、その前にこの生きてたところキニヌールでここ切っちゃったから保護してね。でここは枯れてるんで塗っても無意味です。ここは白くするべきです。こうだろうな、こうでしょね。こう立ってるものですけど、でもやっぱりこのぐらい寝かせないとおかしいもん。ですね、ボケとかね、バラはね、眼種病、もちろん長寿梅もあるんで、もし玉っころみたいので触るとポロって取れるやつ、眼種病なんですよ。であっても特にそんなにすぐは枯れないんですけど、そのまんまにしとくとだんだん弱ってくるので、できる限り手でこうポコポコポコ取っちゃって、で眼種病予防の殺菌剤みたいの売ってますので、そこにこうドボンと1回つけてから植えれば大丈夫、で気にしない人は気にしないんですよ。どういうわけか、ぶっちゃけ眼種病で枯れたっていう経験は僕はないですよ。うちもないんですよ。リンゴ、長寿梅、ボケ、結構バラ出るんですけど、うちなんかポコって取って切り口に墨を、さっきの墨塗っちゃうの、ピッピッピッってそれで平気、あんま再発しないですね、その程度でね。こういう風に取れた跡がね、もしあったら、これそうだったんですけどね、墨をね、ここに塗るの、もう濃い墨がいいな。こういうふうにね、2、3箇所ありました、これはね。ということですね。でこれをまた鉢合わせる。これ斜めに植えたら面白いから、
斜めに植えられるっていうと、今度は丸の方がいいのかな。白に赤花なんで、こんな感じかな。あります？そうですね。これいいかもしれない。このぐらいの深さでちょうどいいと思うのね。あと白はダメでしょ。これ糖水の昔の鉢だけど、これだと入んないと思うんだよ。ちょっとちっちゃいよ。入れても古さは出ますね。合うか私的にはこれのがいいけどな。黄色じゃあだって、黄色じゃ合わない、花と。小さくしたい人はこのくらいで、なんかすごい高級感高級感あります。これにしよっか、かっこいいから、ね、すごい時代乗ってるでしょ、この鉢はね、うちのお客さんが使ってたんだけどサイズが合わないというので、うちで買い取りました、だからすごい年数経ってるのがいっぱい入ってた。使い鉢だけど古いやつみたいな感じですか、これ鉢は。そう、要するに昔の安鉢、今もう全然作ってないんだけど、昭和初期から中期ぐらいに製造された日本鉢とか中国鉢の古いのですね。それをずっと使ってたんで時代が乗っちゃってるんで、昔はものすごい安かったと思う、私らの時代は今よりもだいぶ鉢が安かったから、今作ってる業者がいないんですごい値上がりしてますけどね。でも3つで1000円ですもんねそのくらいじゃないと買いに行くかろ1個500円のも入ってるかもしれないけど、何しろ数あるんです。そうですね、数がある。だからうちでも使いますけど、今回はちょっと売ってみようかって思いました、ね、特にね1個1000円も2000円もするやつ使わなくても、かっこよくできますよ、大きさとか色が合ってればね。そうそう、サイズと色が大事、そうじゃないとね、高いはずだってサイズも色も合わなかったら、そうですね、高いからいいってわけじゃないですよね。そう高いからいいってわけじゃないです、木のこれが見えてこう斜めになるとこっていうとここですかね、こんな感じ、根っこがさ、すごいのがあってなかなかね止めらんないの。ここ引っ掛けるかな。根っこがね少なかったですもんね。そうよし、3箇所止めです、こうなりました。ここがちょっと出っ張ってますね、実別性花芽すごいよねびっちりでしょ。咲いたらいいですねこれね、これちょっとお部屋で花芽が見えるようにちょっと1週間ぐらいね、昼間は外で夜だけ中に入れてた、だからそれでずっと部屋の中で温めてると日差しが当たらないんで花の色が薄くなります。白花はいいんだけど、赤のところが薄くなっちゃうから、特に赤の長寿梅なんかだと未開色になっちゃうんで、昼間はよく日に当てて、もう夕方3時ぐらいから室内、で急ぐ人は暖房のある室内で夜を過ごさせれば、早く咲きますよ。まあでも乾燥してる時期だから水枯れ気をつけた方がいいかもしれない。もうねあれですよ、水は1日1回やって、スプレー置いといて、ここにかけるの。花つぼみのところ、そうつぼみがね膨らんできた時に乾燥しちゃうと、普通水やる時上からかけるじゃないですか、だけどここだけにやっちゃうとここが乾燥しちゃっていけないんで、スプレーを1日 2,3 回かけてると綺麗に咲きますね。昔デパートで梅の販売をした時に、ほんとかけたのとかけないのでは咲きが全然違う、かけないとね咲きそうでしぼんじゃうの。よし、やっぱ鉢がね古いと迫力あります、変な木だったけどね、まっすぐ立っててそうですね、雰囲気出ますねやっぱね、いいですよ、というわけで、じゃあ根巻きをしたものはこういうふうに植え替えていくと、いうことで、根巻きの植え替え方はこれでざっとやりました。
じゃあで根巻き根巻きの種類なんですけども、今回はちょっと変わったものが入りまして、寄りの方で次をやってたおじいさんがね、業者さんなんですけど、もう90過ぎて具合悪くて、庭に出てこれないって言って娘さんが買ってくれって言うんでちょっと買いに行ったら古い木なんですよね。なんだかよくわかんないの。でも本人がいないんでこの桜の種類がわからない。桜なんですよ。でこれが結構量がありまして、あっちこっちにあって、これ一番高いのが3000円ですけど、まあ大体2000円ぐらいで同じ種類だと思うんですけど、花芽はうんとついてんの。ただ咲いた状態を私は見てないんで、名前がわからないんですよ。ただ桜と書いておきます。何桜かはわからない。それと、これは旭山です。これ見て一目で旭山わかりますね。これも古いのでこう曲がってますね。でこれがね、ウコ形悪いんだけどあ、これ旭山あれこっちか。ウコンって八重咲きのウコン。あ、そこのウコンですね。はい、これは花芽です。お酒飲む前に飲むやつかと思ってそれじゃない。八重咲きだけど緑色の花。緑色の花。はい。上野公園の池の周りによく咲いてますけどね。ちょっと咲くの遅いけど、ウコンっていう桜、緑なんです。で、もう形はもうすごいいろいろあって、ほらこんなのもあるでしょ。これちょっと引っ張ってみましたけど、これがわからない方の種類。花芽あります。それもわかんないやつ形いいですね。そう、わかんないやつが一番形いいの。形いいの。で、あとしだれもあるんですけど。これがね、仙台しだれって言われたんですけど、仙台って多分これだと思うんだけど違うのかな、わかんないのよ。とりあえずで花芽あります、あります。しだれでしょ。それから有名なところでは10月桜咲いてますね。もうこれは秋咲きの最後の花ですね。であと春咲きがまだいっぱいついてます。春にも満開になりますのでね、こんなのとか。それと珍しいところでは、これは雲龍梅ね。これ1本しかなかったんだけど、梅満州こなし。でこれ実はこれです。実はこれ。そうなんですね。でただこれ針金傷ちょっと深いのでね、あれなんだけど花芽はいっぱいついてますよ。で全て花芽はついてるのしか巻かなかったので全部咲きます。そんなとこかな。この辺は八重の長寿梅。これは八重の長寿梅で、あと心拍がこれから巻くやつがあって。こんなん、結構立派ですよこれ。こんなん、なんかすごいんです。こんなん結構ぐちゃぐちゃに曲がってる。そうこれはね、これから巻きますね。あとこれの細いのがいっぱいあるんで、曲がりがちょっと中途半端なやつ、それはもうお安く出しますよ。なんか去年の心拍と同じ口ですか。去年だっけ、大量に心拍入った時に。一昨年でした。同じ人。これがさっきの実月性ボケ、ほらまだこんな状態ですよ。あれは膨らましたから、どこにも心拍あります。これはちょっとこっちの方が古いんですよね、結構ね。そうですか。ほらでもシャリ入ってるんですね。シャリ入ってます。こっち結構中途半端ですけど。みんな入ってる。白の長寿梅も2種類あって、これが太い方かな。もうほら咲いてんのがある。白もね、探したらないみたいなことが多いですからね。そうですね。花ね、こんな感じです。で枝が粗いのが白の特徴ですね。それからこれね、ネムノキと、あとさっきのほら石に絡ませてあったね。オーバイ、アケビはみんな値上がり。そうですね。アケビ値上がりと、あとこの間やったカラマツでしょ。なんかいっぱいあるからね。他にもちっちゃい赤松。そうですね。これね、ちょっとぐちゃぐちゃしてますけどね。いろんなものが。
根巻きにされると。そうですね。あと黒松と咲いちゃったんだよあれ。満作。満作のねみかん色ですね。黄色が欲しかったのにねみかん色でした。これねまっすぐでしょ、はい、これは切って刺そうと思って買っといたんだけど、種木欲しい人小葉です、はい、満作ってこんな大きい葉っぱのも冬ないから分かんないんだけど、これは小葉です。確認しました、はい、だからこのくらいのサイズ刺せばつきますからね、切って、満作って満作、まず咲く、冬春になる前にまず咲く。これがお安く出る心拍、これどういう風にしていいかわからない、私心拍苦手だって、これはもう昼朝にお願いするしかない、こんな感じね、畳み込んでくれます。こんな感じ。これはもう1000円です。1000円はいそうなんだ。できないんで、自分ができないやつはもう持ってないなるほど。立春盆栽お市、はい、長い期間やってますので、皆さん長い期間の間でまた減ってきたら追加されたりとかも。そうですね。バイヤーさんが全部っていうことあるんだ。去年一昨年かな、梅を大量に根巻きをしたらその日のうちに全部って言われて、お客さんが怒っちゃったことがあったんで、全部は持ってかない、随時追加しようと思います。その例があったので、はい、いっぱいあるやつはもう少しずつ持ってきます。置き場所ないしね。そうだから途中なんか中途半端な時に行くのもなと思ってる人も来たらその時新しいのが入ってるかもしれないの、そうだから毎日来ても大丈夫です。3日に1回ぐらいがちょうどいい。だからあれですよね、ある限りは出してみようかな。わかりました。思います。そんな感じで、立春盆栽お市でお待ちしております。お会いしましょう。はい、お会いしましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい。